私の名前はリエ。もうすぐ30歳の誕生日を迎える私は、結婚して数年連れ添っている夫と2人で暮らしている。夫は俗に言うモラハラ男だ。私はいつも夫の言動に悩まされていた。お前は本当にグズだな。夫のこんな発言は日常茶飯事だ。私は仕事をしているのだが、家に帰れば当然家事も行っている。その家事が不十分だと、夫は呆れた様子でそう言うのだ。掃除ができなかった。食事に夫の苦手な食べ物が入っていた。品数が少ないなど。何年も主婦やってるくせに、いつになったらお前はまともな嫁になれるんだろうな。ごめんなさい。私は嫌味を言ってくる夫に対して、おとなしく謝罪をすることしかできなかった。どうしてこんな風になってしまったのだろう。こんな生活になるなんて、結婚する前は想像もしていなかった。夫と私は、かつては会社の同僚という関係で、入社した当時から仲のいい間柄だった。その頃の夫は、私にも他の社員たちにも優しい、誰からも好かれているような人だった。私は、そんな夫のことを尊敬していたのだが、ある日、夫が私に対して、リエさん、よければ週末に映画でも見に行かない？と、そう誘ってきたのだ。私は、夫と一緒にいるのが楽しかったので受け入れて、一緒に映画を見に行った。映画は、私には難しい内容だったが、夫がその映画の感想を本当に楽しそうに話すので、私もすごく楽しかった。それからも夫から映画に誘われて、私はいつの間にか夫のことを強く意識するようになっていた。そして私たちの距離はどんどん近づいていって、やがてお付き合いを経て結婚し、晴れて夫婦となれたのだ。しかし結婚後、私はそこでようやく夫の本性を知ることになってしまった。夫は外では外面のいい男だったが、家に帰れば人が変わったように、私にモラハラ発言を繰り返すのだ。結婚後に転職をした今は、夫がどんな風に会社で話しているのかわからないが、きっと今も会社では優しくて気を配れる男を演じているのだろう。そんな風なので、家では表変する夫のことを、私は誰にも相談できないまま、理不尽に悪口を言われる毎日を受け入れていた。ああ、お前なんかと結婚しなければよかった。お前のせいで俺の人生は台無しだ。早く消えてくれねえかな。と、私に対してはっきりとそういう夫に対して、私は何も言い返すことができない。ごめんなさい。私はいつも決まってそう言う。そうやって謝罪をしておけば、夫は満足したように、それ以上の罵倒をしてこないからだ。私は、この状況を打開できないまま、もやもやと毎日を過ごしていた。そんなある日、私は健康診断に引っかかってしまったため、すぐに再検査をするために病院に向かい、検査をしてもらった。医師から結果を聞くために診察室に入ると、医師はとても真剣な表情で、私にある告知をしたのだ。あなたの体に腫瘍が見つかりました。すぐに治療をしなければ、余命は3ヶ月ほどでしょう。え？医師の言葉を聞いた私は、頭が真っ白になった。私が余命3ヶ月？言われていることは分かっているのに、私の理解が追いつかない。他にも何か言われた気がしたが、私はほとんど頭に入ってこないまま、家に帰ることになった。まず、この話を夫にしなければならないと思ったのだ。モラハラのひどい夫だが、私が病気だと知ったら、きっと理解を示してくれると思った。家に帰って、私は夫に再検査をしたことなどを説明した。夫は、最初は興味なさげに私の話を聞いていたが、腫瘍が見つかったの、という私の言葉に、え？腫瘍？と、目を見開いて食いついてきた。私はその様子を見て、心の底から安心した。よかった。夫は私のことを心配してくれているようだ。そう思ったのだが、次に来た夫の反応は、
私が予想もしていないものだった。え？悪性なのか？つまり癌だってことだよな。と、夫は目を輝かせてそう聞いてきたのだ。その様子はまるで、子供が新しいいたずらを思いついた時のようにワクワクしているようだ。私は今の場面と釣り合わない夫の様子に、ゾワゾワと背筋が寒くなるのを感じていた。そうなんだけど、治療しなかったら余命3ヶ月ぐらいで。と、私がそう言いかけると、夫はますます目を輝かせて、嬉しそうに、3ヶ月？マジかよ！と言い、そのままいそいそと玄関に向かって走り出した。そして、ちょっと出てくるわ。と、そのまま出て行ってしまったのだ。残された私は、玄関に立ったまま呆然としてしまった。そして、ふらふらとリビングに戻って、医師からもらった書類やパンフレットを確認する。冷静になって書面を見てみると、そこにはこう書いてあった。余命3ヶ月だが、それは治療を行わなかった場合のものだと。つまり、私の腫瘍は早期に発見できたらしく、治療をすぐに行うことで、完治する可能性が高いということなのだ。それなのに、夫は私の話を聞こうともしないで、むしろ私の余命を聞いて喜んでいた。つまり夫は、私が死ぬことを望んでいるのだろうか。そして今、どこかに出かけてしまった。一体どこに行ったのか、いつ戻ってくるのか。私は、夫から死ぬことを望まれていると感じた瞬間に、夫のことが怖くなってしまった。逃げ出そうと思ったが、その前に夫は帰ってきた。思わず構える私の前に現れたのは、夫と知らない女性だった。夫と女性はニコニコと笑いながら私を見ている。笑顔を向けられているというのに、私は寒気を覚えた。夫はそれを分かっているのか、ますます笑顔になっていって、紹介するよ。この子は俺の彼女。お前より若くて美人だろ？と、そう言い放った。私は、夫の言葉の意図が分からず、ただ二人の様子を見ていることしかできない。すると、夫は追い打ちをかけるように、いやー、お前といつ離婚するかずっとタイミングを測っていたんだけどさ。でも、余命3ヶ月ならちょうどいいや。俺は、お前が死んだらこの子と再婚するから。と、とんでもない宣言をした。嘘。何それ。あまりにも衝撃的な言葉に、私はそう返すのがやっとだった。夫は、はっきりとは言わなかったが、つまり夫は、一緒にやってきた女性と浮気をしていて、私と離婚して再婚するタイミングを待っていたということだろうか。そして今回、私が病気になったことが分かり、余命が3ヶ月しかないことを知った途端、こうやって浮気の事実を開き直ってきたのだ。どうせお前は死ぬんだから、俺が浮気してたって怒ったりはしないだろ？と、夫はヘラヘラと笑いながらそう言い、浮気相手も微笑みながら、安心してください。彼のことは私が幸せにしますから。と、そう言い放った。完全に脳内がお花畑になっている二人に、私は完全に呆れてしまった。こんな二人に、今更事実を話すことなんてできない。私はそう思い、治療をすることはもう話さなかった。何より、ここからの夫と浮気相手の反応を確認してみたくなったのだ。私が病気だと分かってからの夫の行動は早かった。実は、私には結構な金額の保険金がかかっていた。そのため、私にもしものことがあった時には、夫には1億円近くの保険金が入ってくることが確定しているのだ。どうやら、夫はそれをしっかりと覚えていたようで、私の保険金を当てにして、借金までして豪遊を始めてしまったのだ。そんなお金がよく借りられたね。と、思わずそう聞くと、ヤクザや闇金は無限に借りられるからな。返す当てがあるんだから、文句はねえだろ。と、そう返してきた。おそらく、夫にそんな大金を借りられるような社会的信用はない、ということだろう。開き直っている夫に、私は適当な返事を返しておいた。夫はあれ以来、相変わらずモラハラ発言を繰り返していた。てっきり、あの件以来、
浮気相手と一緒に暮らすために出ていくのかと思ったが、夫は私と一緒に暮らしている。もしかしたら、保険金を確実に手に入れるために、夫婦としての関係性を明確にしておきたいのかもしれない。しかし、時々浮気相手のもとに行っているようで、夜間に外出することがあからさまに増えていった。私は、そんな夫にバレないように、通院して治療を行っていた。入院することもあったが、夫は私の病気が悪化していると思い込んでいるので、何の違和感も感じずに送り出してくれていた。この頃には、私は治療の甲斐あってほとんど完治していて、夫に対して保険金が入ってこないことは確実だった。そんなことだとは知らない夫は、闇金やヤクザから合計8000万円という大金を借りていたらしい。夫は、そのお金をギャンブルに使ったり、浮気相手の欲しいものを買ってあげたりと、かなり自由に使っているようだ。ちなみに、私は夫に対して、まだ事実を教えるつもりはない。この頃の私は、すでに夫への愛情も感情もなかったので、後になって夫が困り果てることになったとしても、無関係だと思っていた。それから半年後、ついに夫が私に対して、おい、お前本当に癌なのかと聞いてきた。この半年間で、夫は8000万円という大金を自由に使い続け、使い果たしてしまった。どうしてそんなことを聞くのと、私がそう返すと、夫は顔を真っ赤にさせて、もう借金の返済が始まるんだよ。早く死ねよ。お前が生きてたら、保険金がいつまでも入ってこないんだよ。とブチギレ出した。その言葉を聞いた瞬間、私はいい加減、堪忍袋の緒が切れた。この男は、どこまで私のことを見下してくるつもりなのだろうか。私はこれ以上、夫のことを絶対に許してはいけないと思った。残念でした。私の癌はとっくに治ってます。と、私は声高らかに言い放った。はと、夫は唖然とした表情でそう言ったが、私は一切気にすることなく、私の癌は早期発見だったので、今なら治せるって言われていたんだよ。余命3ヶ月は治療をしなかった場合のものだから。と、一気にまくし立てるようにして、そう言ってやった。夫は、最初は固まっていたが、やがて理解が追いついたのか、私のことを鋭い目で睨みつけて、そんなの詐欺だ。俺はお前が余命3ヶ月だって聞いたから、借金までして金を手に入れたんだぞ。どうしてくれるんだよ。と、切れ始めた。私は、どこまでも身勝手な夫にため息をついた。ちゃんと説明しようとしたけど、あなたが私の話の途中で出かけたんでしょ？その後に浮気相手の紹介までされて、誰が本当の話をすると思う？と、私は夫にそう返した。夫は、最初は興奮した様子で、そんなわけないとわめいていたが、やがて当時のことを思い出したのか、だんだん声が小さくなっていった。顔はすでに真っ青で、夫はようやく自分がとんでもない状況にいるのだと実感したようだ。わかった？あんたの8000万円の借金なんて、私には何の関係もないんだよ。と、私はそう言い放ってから、自分の部屋に向かって荷物を取り出した。私は、夫にこのことを明かしたら、すぐに出て行こうと考えていたのだ。そのため、バレないようにあらかじめ荷物をまとめておいた。もちろん、大きな荷物はすでに部屋を借りて、そこに運び出してある。まさか、夫が半年も気づかないとは思わなかったが、これで心置きなく家を出て行けるというものだ。じゃあ、私はもう出て行くから、彼女さんとお幸せに。あなたとは離婚しますし、もちろんあなたと彼女さんに慰謝料を請求します。今後は弁護士を通してください。と、私はそう言って玄関に向かった。夫は、私がここまで準備をしているとは思わなかったようで、ちょっと待ってくれ。このままじゃ、俺は借金を返せないんだよ。お前のことを大事にするって約束するから、待ってくれ。と、いきなり焦りながらそう言い、私の後を追ってきた。今さらすがりついてきても無駄だ。夫は、これまで私のことを散々ないがしろにしてきた。私が辛い時もそれに気づいてもくれず、私のことを都合のいい家政婦のように利用し続けてきた。それでも、
私は自分なりに心のモヤモヤを隠して夫を愛してきたが、あの日、夫が私に対して行った仕打ちが、私の中の夫への気持ちをぶち壊したのだ。すべては、夫の自業自得だ。私は、すがりついてくる夫を無視して外に出た。夫が追ってきているのかはわからなかったが、私はもう振り返らなかった。私は、ようやく自由になれたのだ。その後、私は弁護士に依頼をして、夫と浮気相手の実家と会社に内容証明を送付した。すると、義両親はすぐに連絡をしてきて、私に対して何度も謝罪を繰り返した。慰謝料についても、必ず夫に支払わせることを約束してくれて、私は改めて義両親に申し訳ない気持ちになった。結婚前から優しかった義両親は、夫の本性を知っていたのだろうか。もし何も知らずにいたのなら、真実を知らされて愕然としているのかもしれない。浮気相手の方は、私はもういないものだと思ったようで、弁護士の方には、あの人は病気で死ぬんでしょ？私は慰謝料なんて払えませんと開き直っていたそうだ。しかし、浮気相手の両親は常識人だったようで、その後、浮気相手は両親にこってりと絞られたらしく、泣きながら支払いに同意してきたそうだ。最終的に、夫は離婚に同意して、慰謝料は一括で支払われた。義両親が助けたのか、それとも借金をしたのかはわからない。一度だけ、私に直接電話をかけてきて、このままだと、ヤクザに命を狙われるかもしれない。助けてほしい。と言っていたが、知ったことではない。浮気相手も、一括で慰謝料を支払った。これで、私の夫への復讐は終わったのだ。その後、元夫と浮気相手は、内容証明によって会社中に噂が広まったようで、会社での信頼を失ったそうだ。結果、元夫も浮気相手も自主退職に追いやられて、今では浮気相手はアルバイトを掛け持ちしているそうだ。元夫も何とか借金を返そうと努力をしていたそうだが、8000万円という大金が個人の給料だけで返しきれるはずもなく、ある日を境に行方不明になったそうだ。それを聞いた私は、てっきり失踪したのかと思っていたのだが、どうやら黒塗りの車に無理やり詰め込まれて、そのまま連行されてしまったらしい。本当の話なのか、信憑性は低いのだが、生きているのなら、もしかしたら今頃は漁船にでも乗せられているのかもしれない。私は知り合いからその噂を聞いても何の感情も抱かなかった。私は現在、元夫に内緒で借りた部屋に住み続けている。この家の場所は元夫と暮らしていた家からは離れているので、もし元夫が戻ってきたとしても見つかることはないだろう。元夫と夫婦だった時よりも、私は今、とても幸せだ。好きなものを食べて、自分の好きな家具を買っておくことができる。掃除をしなくても怒られない。一体、どうしてあんなに元夫にこだわっていたのだろうと、当時を振り返るたびにそう思っているくらいだ。これからも、もうしばらくは一人での暮らしを楽しみたいと思っている。